ってるじゃないですか。はい。で、多分最初の方何回かご一緒しましたよね、土屋さんね。で、最近久しぶりに私の講演聞いてくださって、さやかさん、結構アップデートされましたねって言ってくれたんじゃないですか。多分その大学院で学んだことがすごく私の中では大きかったんだと思いますね。よりなんで昔の私ができたのかっていうことを、大学院で学習科学学んでかなりクリアに見えた。やっぱりだから私昔できたんだ。やっぱり地頭とうんぬんの話じゃねえなって本当に思ったんで、それを結構講演に組み込んで話してますね。はい。そうですね。今までのご自身のエピソードと、さらにその学術的な側面を含めてお話しできるので、いただけるので、すごく納得感がありますし、それがその教育機関だけでなく、学校とかだけでなく、その企業の、上司と部下の関係性だったりとか、そういったそのコーチングの話とかもよくされるじゃないですか。そうですね、コーチング、私だから4年5年前ぐらいにコーチングちょっと勉強したんです。コーチング面白いなと思ってちょっとだけ勉強したら、プロって言えるほどではないんですけれども、坪田先生がやってたことってこれかって思ったんですよね。なんか私当時高校生でビリでギャルだったんで、それこそ心理学なのか心理学って何それみたいな感じだったんで、当時それをまさに受けてた時は気づかなかったんですけど、大人になってコーチングを学んだり学習科学を学んだりすると、だから坪田先生それやらせたんだとか、坪田先生の言葉がけってそういう意図があったのかみたいなことをすごいなんか全部理解ができてしまって、だからビリギャルの話って別にその私の講演って私がこうやってやりました、だから皆さんもこれやったら学力が上がると思いますよって話では全然なくって、人の能力を引き出すために周りの人はどうあるべきなのか、どんなアプローチをするべきなのかっていう坪田先生とうちのお母さんの話を私してるんですね。それを受けた身として。だから結構私はそれをやってきた教師とかまだ子供がいるわけではないですけれども、それを受けて人生を変えてもらった立場として結構客観的に、客観的かつ、自分の自分が変わった経験を持ってるので、なんか、すごい特殊な立場かもしれないですよね。それをやってもらって人生が変わって、それで何年も後にその分野を学んで、私はだからあれができたのか、なるほどみたいな、学びの当時の学びが実現した理由みたいなものをすごくクリアに理解ができたんですよね。だからそれを私の目線で皆さんにお話ししてるっていう感じですかね。すごい評判はいいですね。やっぱり科学的なその根拠っていうか、私の精神論ばっかり聞かされてもはーみたいな感じになると思ってるので、一つ一つなるべくロジカルにお話しできるようにしてます。はい。周りがどうあるべきか。自分、だから環境全体をどう良くしていくっていうところにつながっていくと思うので、その教育だけでなくても、そういったいろんな、もう職場でもいろんな環境なので、そうですね。そういうところに応用できるような考え方っていうことですかね。そうですね。企業の研修みたいなところもやらせていただくことが多くって、すごい評判はありがたいことによくって、その教育、そうですね。本当にね、一緒なんだなってすごい思います。なんか、教育現場で子どもの能力を引き出して学力を上げたいと思ってる先生たちにも刺さるし、事業の業績を上げたい部下にもうちょっと頑張ってほしい、どうやってマネジメントすればいいかっていう上司の方たちにも刺さるっていうか、同じロジックなんだなっていうことを講演やりながら気づきましたね、私も。そうか、企業でも同じことなんだなっていう。だから坪田先生って今もう塾の先生というよりは塾の塾長はやられてますけれども、相変わらず坪田塾のね、今吉本興業の社外取締役をやられていたりとか、いろんな
そうですね。いろんな企業の、社外取締役だったり、いろんな人のプロデュースだったり、いろんなことされてるんです。だからつまりどういうことかっていうと、坪田先生って別に塾の先生ではなくって、教育者ではなくって、人の能力を引き出すプロだと私は思ってるんですね。それをもう間近でずっと長年見てきたので、同じロジックでやはりこう組織も再生できるし、させられるし、人の人生を変えることもできるし、自分自身の学びの捉え方も変わるしっていう、すべてなんかつながってるなってすごく、思いますね。はい。ありがとうございます。そしたら今ですね、海外の方でずっと今いらっしゃる状況ですけども、日本で講演はもちろんできるということですよね。日本の方に向けて。そうですね。まだ英語で喋れって言われるとちょっとたどたどしいので、できれば日本語で、日本語はわりかし得意なので、日本語であれば講演をお受けしたいなと思っていますので、オンラインでね。はい。はい、なので、はい。ニューヨークにこれから最低2年はいるので、オンラインとはなりますけれども、講演のご依頼は受けております。はい。それでは、小林さんの講演会を、楽しみにしていらっしゃる方に向けて、一言後押しのコメントをお願いできればと思います。はい。私は、そうですね、誰かをくすぶってる人を輝かせたいって思ってる人は、ぜひ私の話は、もう本当に坪田先生ってうちの母の話につきますけれども、ヒントになるようなことがたくさんお話できるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ興味がある方はお問い合わせいただければなと思います。お待ちしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。